第二次世界大戦の様子を一変させ、単なる乗り物を超えて戦略兵器とまで呼ばれたあの小さな車両、ジープについて深く見ていきたいと思います。はい。その驚異的な生産数から、泥まみれのヨーロッパ戦線や太平洋のジャングルで繰り広げられた数々の逸話、そして兵士たちがいかにしてこの車を絶対的な必需品とみなすようになったのか、その魅力と実態に迫っていきます。楽しみですね。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の情報をお見逃ししないようにチャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。まずいきなりすごいのが、戦争を指揮したトップたちの言葉ですよね。そうですね。ジョージ・マーシャル元帥が近代戦に対するアメリカ最大の貢献である。はい。そしてアイゼンハワーですら戦争を勝利に導いた3つの道具の一つに挙げている。そうなんですよ。戦車でも大砲でもない、なぜあの小さな、はっきり言ってむき出しの車がそこまで重要だったんでしょうか。その疑問こそがまさに、ジープという存在の本質につながっていくんですね。ほう。すべては第二次世界大戦の足音が聞こえ始めた頃、アメリカ陸軍が今までにない新しい乗り物を求めたことから始まるんです。当時アメリカ陸軍は実は乗り物に関してかなり頭を抱えていたそうですね。全くその通りです。それまで使っていたオートバイですとか、フォードモデル T を改造したような偵察車両っていうのはもう時代遅れだったんですね。オートバイよりはたくさん人や物を運べて、でもトラックよりは小さくて小回りが利く。その中間がなかったんですね。偵察とか連絡に使えるような。まさに軽くて丈夫で、どんな悪路でも走り抜けることができて、その上で場合によっては機関銃を乗せたり怪我人を運んだりもできる。そんな万能型の小型車がもうどうしても必要だった。そこで1940年、陸軍は自動車メーカーに対してこの新型車両の要求基準を示したわけです。この要求がまたちょっとすごいですよね。はい。特に重量制限1300ポンド、約590キロ以下で。今の軽自動車より軽いですからね。ですよね。でも少なくとも 270kg の荷物を詰めること、これはドイツのキューベルワーゲンを意識していたんじゃないかなと。なるほど。そして四輪駆動でなること、あとは車の高さも低くして敵から見つかりにくくするとかですね。輸送機に丸ごと詰めるようにホイールベースは80インチ以内とかかなり細かい。そして、極めつけが納期ですよね。そうなんです。49日以内にプロトタイプを完成させること、これはもうなんか無茶ぶりとしか言いようがないですよね。だから大手のメーカーはみんな尻込みしたんです。 GM もフォードも。そんな時に手を挙げたのが、倒産寸前だったアメリカンバンタムという小さな会社でした。ここがドラマチックですよね。まさに国の危機に名のない小さな会社が立ち上がるみたいな。彼らはもう必死でしたからね。なんとか期限内にプロトタイプを収めたんです。すごい。しかし物語はここで終わらない。陸軍はですね、バンタム車の生産能力を信用できなかった。会社が小さすぎて。そこでなんとバンタム社が作ったその設計図をですね、こともあろうに競合相手であるウィリス・オーバーランド社とフォード社に渡してしまったんです。それはちょっとひどい話ですね。せっかく頑張ったのにその成果を丸々横取りされるみたいなものじゃないですか。非常な判断なんですが、戦時ゆえの合理主義とも言えますね。なるほど。結果的に3社による熾烈な開発競争が始まって、最終的に選ばれたのはバンタム社のアイディアを取り入れつつもより強力なエンジンを積んでいたウィリス社の設計でした。じゃあ最後はエンジンのパワーが決め手になったと。これがライバルたちのエンジンよりももう明らかにパワーがあったんですね。軍が出したスペックを超えるほどの性能で、これが後にジープが見せる驚くべき走破性能のまさに心臓部になったわけです。なるほど。プロトタイプのテストではあまりのパワーにフレームが歪んでしまったなんていうほどだったそうです。パワーがありすぎたと。しかしさらに面白いのは、そのウィリス社の設計を大量生産が得意なフォード社でも作ることになったことです。つまりバンタム社のアイディア、ウィリス社のエンジン、フォード社の生産能力という具合にそれぞれのメーターのいいとこ取りをしたわけです。なるほど。国全体で最高のものを作るっていう発想なんですね。まさに
これこそがアメリカの巨大な工業力をそのまま軍事力に変えるというシステムの象徴でした。そうして出来上がったジープですが、その敵だったドイツ軍にもキューベルワーゲンというかなり優秀な車両がありましたよね。これがですね、実に興味深いポイントでして、ジープとキューベルワーゲンは設計思想が全くの真逆だったんです。真逆ですか。キューベルワーゲンはジープの半分ほどの重さで徹底的に軽量化を推し進めた軽の設計。ほう、軽さを武器にした。軽さで悪路を克服しようとしたんです。二輪駆動でしたしね。なるほど。一方ジープは最初は軽さを目指したものの、結局重量が1トン近くになってしまった。はい。その代わり大排気量のエンジンと四輪駆動のパワーでどんな道でも力ずくでねじ伏せる GO の設計になったわけです。 K のキューベルワーゲンと GO のジープ、面白い対比ですね。そしてこの設計思想の違いが戦争全体の姿にも影響を与えていくんです。と言いますとどういうことでしょう。我々が抱く機動力のドイツ軍っていうイメージは、実は戦車部隊とかごく一部のエリート部隊だけのものだったんですよ。そうなんですか。はい。ドイツ軍のロジスティックスの主役は実は車じゃなくて馬とラバだったんです。馬ですか。電撃戦の裏側で。そうなんです。馬が荷物を運んでいたと。そうなんです。第二次世界大戦でドイツ軍が使った馬の数は第一次世界大戦よりも多かったっていうデータもあるくらいです。それは知らなかった。ですからひとたびヨーロッパの冬のデイネ、泥沼にはまってしまうともう大変だった。馬が引く大砲とか荷物が簡単に動けなくなっちゃう。まさしく。一方のアメリカ軍はジープによって本当の意味での完全な自動車化を成し遂げたんです。兵士も物資も弾薬も全部が車で動く。そうです。この機動力の違いが戦場での決定的な優位性となったわけです。ドイツ軍が電撃戦という点の強さに欠けたのに対して、アメリカ軍はジープという面で戦場全体を覆い尽くす兵站革命を起こした。その面で覆い尽くすというのを実現したのがアメリカの石油生産力と車両そのものの生産数ですね。ドイツが石炭から作る人造石油に頼っていたのに対して、アメリカには本物の石油がいくらでもあった。そして生産台数、これも桁違いです。ドイツのキューベルワーゲンが全部で約5万台。それに対してアメリカのジープは合わせてなんと約64万7千台以上。64万台。この数が現場の兵士たちにとって何を意味したかというと、ジープが特別な乗り物じゃなくて日常の道具になったということです。日常の道具。はい。例えば最前線の歩兵小銃中隊約180人ほどの部隊にすら2台のジープが配備されるのが基本だったんです。すごい。それだけ隅々まで行き渡っていたとなると、もうジープに乗っていることがアメリカ兵であることの証明みたいになっていったんじゃないですか。まさにそれを示す面白い逸話が北アフリカのチュニジアであるんですよ。何でしょう。ある日現地の住民が軍にあいつらはアメリカ兵になりすましたドイツのスパイだと通報してきたんです。何が決め手だったんですかね。通報者はこう言ったそうです。なぜなら彼らは歩いていたからだ。歩いていたから。もし本物のアメリカ兵なら必ずジープに乗っているはずだ。すごい話ですね。歩いているだけで怪しまれる。それくらいジープとアメリカ兵がもう一体のものとして見られていたんですね。でもその強力なシンボル性が今度はあだになってしまうわけですね。そうなんです。皮肉なことに最悪の形で敵に利用されてしまう。それが1944年のバルジの戦いで起きたグライフ作戦です。アルデンヌの森のドイツ軍最後の大攻勢ですね。そこでドイツ軍は鹵獲したジープに英語が話せる兵士をアメリカの軍服を着せて乗り込ませた。敵の後方を撹乱させる作戦を取ったんです。アメリカ兵になりすましていれば検問も簡単に通過できるだろうと。そういうことですね。これは興味深い対比で、北アフリカではジープに乗っていないことがスパイを暴く鍵になった。ところがアルデンヌではジープに乗っていることが敵を隠すミノになったわけです。
どちらもアメリカ兵イコールジープに乗るというイメージがいかに強力だったかを示すエピソードだ。そしてそのイメージは別のトラブルも引き起こしました。すべての兵士がジープを絶対に必要だと思っていたので、部隊の間での盗難が頻発したそうです。盗難ですか？ええ。将校クラスの軍人が道端でヒッチハイクすることも珍しくなかったとか。へえ、なんだか規律の厳しい軍隊の中でそういうことが起こるっていうのは逆にジープの必要性を物語っていますね。まさに生き残るための必須さの表れでしょうね。そしてそれだけ自分のものにしたいと思わせる万能性があったからこそ、今度は現場での魔改造みたいなものが生まれてくるわけですね。そうなんです。設計者が想定もしていなかったような使い方や現場独自の改造がどんどん生まれていった。その魔改造のお話、一体どんなものがあったんですか？野戦救急車にしたり、大砲を引っ張るトラクターにしたりというのは序の口ですね。はい。フィリピンやビルマではなんとジープのタイヤを鉄の車輪に取り替えて線路の上を走らせてしまったんです。鉄道の機関車代わりに使ったと。そうなんです。道がなくても線路さえあれば物資が運べる、軽くてパワフルなジープだからこそできたわけですね。いやー、すごい。ただ中にはもっと切実な命に関わる改造もあったとか。ええ。敵が道にワイヤーを張ってそこを通るジープの乗員の首を狙うという恐ろしい罠を仕掛けていたんです。うわ。その対策として兵士たちが考えたのが、フロントバンパーに L 字型の鋼鉄を上向きに取り付けるワイヤーカッターでした。これで張られたワイヤーを乗員に当たる前に切断する。はい。戦場の恐ろしさと、それに何とかして抗おうとする人々の知恵を感じますね。でもこれだけ華々しい活躍の裏側で、やっぱり車自体は相当酷使されていたわけですよね。おっしゃる通りです。決して魔法の乗り物ではなかった。はい。ヨーロッパの泥濘、海岸の塩水による腐食、太平洋のサンゴ礁での損傷、その上積載量を超える荷物を積んで悪路を走り回るわけですから、もう部品の摩耗が激しい。ブレーキとかバネとか車軸とか。想像を絶する速さで摩耗していきました。だから現場は常に予備の部品不足に悩まされていたんです。いくらたくさんジープがあっても壊れて動けなくなっては意味がない。そこで重要な役割を果たしたのがオーディナンス、兵器勤務部隊と呼ばれる人たちです。整備をする人たちですね。はい。戦場の整備工場として壊れたジープを直し、また戦線へ送り出す。それだけじゃありません。先ほどのワイヤーカッターのように現場の状況に合わせた改造を実際に手掛けたのも彼らなんです。なるほど。兵士たちのアイデアをプロの技術者が形にしてくれたわけですね。彼らの創意工夫と修理能力がなければ、アメリカ軍の機動力はとうの昔に止まっていたでしょうね。つまりジープの本当の強みっていうのは、車そのものの性能だけでも圧倒的な数だけでもない。それら全てをつなぎ合わせる組織的な柔軟性とかロジスティクスにあったということでしょうか。まさに。そしてその組織的な強さの象徴がデトロイトに作られた戦車自動車センター、通称 TAC です。TAC。はい。1942年、戦車からジープまであらゆる車の設計開発生産から整備まで全てを一元管理する拠点として設立されました。製品ごとに責任を一本化するっていう考え方、今のビジネスにも通じますね。そうなんですよ。ジープの成功は単一の天才のひらめきではなく、バンタム社の挑戦、ウィリス社の技術、フォード社の生産力、それに現場の兵士たちの知恵、そしてそれらをまとめる戦略的な組織運営とガソリンという資源、それら全てが噛み合った結果だったと言えるでしょうね。ありがとうございます。こうして振り返ると、ジープの物語は確かに一つの乗り物の話にはとどまらないですね。技術、戦略、工業力、そして現場の人間の知恵がいかにして戦争の形そのものを変えていったのか、それを見事に示す象徴だったと改めて感じました。もし今回のジープの話を楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とハイプをお願いします。お願いします。また最新の情報を見逃さないようにチャンネル登録も忘れずにお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。